我流です。最近タコベイトの話ばかりこすり倒してますけど、今日もまたタコベイトの話です。正確にはタコベイトと組み合わせる新カーのお話で、その昔ですね、昭和からの釣りで僕はよく使っていてですね、これがよく釣れてました。5、6年前の話ですかね、私のマイブームだったんですけども、突如としてダイソーからタコベイトが消えちゃってですね、それに伴い、自然とやらなくなっちゃったんですけども、先日自分のタックルボックス、古いタックルボックスの中からこの新カーがポロッと出てきまして、今ダイソーのタコベイトをこすり倒している関係上ですね、ちょっとこれも触れてみようかなと思っています。久しぶりにこれをちょっとつないで泳がせてみたんですけども、やはり独特の面白い動きをするんですよね。で、これは何だっていう話なんですけども、こちらになります。はやぶさのメタルリグスイムタイプ、シンカーと言えばいいのか、ルアーと言えばいいのか、ブラクリと言えばいいのか、よくわからないものなんですけども、私の地元の釣り具店ではこれはルアーのコーナーではなくブラクリの隣あたりに並んでいてですね、キス釣りセットとかブラクリとかが置いてあるファミリーがよく使うような釣り具のコーナーに置いてあってですね、これは本当にガチのルアーコーナーに並んでいるのは見たことがないです。はい。重さのバリエーションは2号、4号、6号ですから、8g、15g、23g というラインナップになっています。だからそうですね、強めのアジングタックルからシーバスロットあたりまで楽しめる感じになるんですかね。はい。メーカーの説明では泳ぐブラクリということを謳っていて、ただ巻きで左右のスイングアピール、ゆっくり巻いてもアクションするので、底付近を攻めやすい等と書いています。このように新カーの中に細めのより糸が通っていて、セイゴ針にティンセルを巻きつけただけというシンプルなものです。この針にワームや餌をつけてえっちらほっちら動かしていると、ブラクリとはちょっと違ったアクションで魚を魅了するということですね。餌とかワームとかでもいいんですけども、この新カーと細身のダイソーのタコベイトの相性がすごくいいんですよ。今日はその組み合わせ方と動かし方をちょっと紹介してみたいと思います。まず今回はオリジナルのこの仕掛けの方は使いません。この重りだけを使います。この新カーはですね、トローリングの釣りや漁師さんがよくやる引き釣りによく使われる線香板のような形をしていますが、まさにそれと同じように水中でくねくね動いて、後ろにあるルアーに動きをつけます。タコベイトの元祖山下のホームページにタコベイトの歴史という読み応えのあるコンテンツがあるんですけども、創始者の山下楠太郎さんの自伝などがアップされているんですが、概要欄にリンク貼っておきますね。このトップページにもタコベイト、マグロとともに今回の進化を大きくしたような線香板が写っています。この写真一つ見ても線香板とタコベイトの相性はすごく良いということが伺えます。ちなみにリグは簡単です。ちょい足し用のタコベイトとつなぐだけです。干渉を和らげるためにビーズなどを挟むのも良いですよね。あと、僕はこのリグの場合、中にティンセルを仕込むことが多いです。例えば、タイ玉の後ろやちょい足しの2段目、3段目であれば、カーリータイプのネクタイを入れることが多いんですけども、この場合は新カーのおかげでタコベイト自身が左右に揺れるので、スカートをもし加えるのであれば、カーリータイプよりもティンセルなどのストレートなものが良い気がします。ちなみにこれはダイソーのヘアエクステです。注意点があるとすれば、動き出すリーディングスピードがあるということです。先行版の方も船のスピードが何ノットから動き出しますみたいな動作条件があるんですけども、このリグも遅すぎると左右に首を振る動きをしませんし、速すぎると逆にバランスを崩して回転したりしますので、程よいスピードレンジをあらかじめ知っておく必要があります。実際に釣りを開始する前に足元などでどれぐらいのスピードで動き出すのかを体感しておくことをお勧めします。さらに僕のおすすめはリフト&フォールです。着底からの動き出し、この瞬間にですね、これはすごいトリッキーな動きをします。この動きはただ単にホールから着底して普通にリーディングをしているだけ、もしくは竿を立てているだけなんですけども、細かいしゃくりなどを一切入れてません。簡単な動作で勝手にルアー側がトリッキーなアクションをしてくれるんです。僕の経験ではこの正から胴への動き、着底からの巻き始めですごく魚の反応を得られた気がしています。今までこのリグでかなりの魚をショアから釣り上げましたけども、
おおむね着底からリトリーブ開始の瞬間、この動きで釣れてるんですよね。巻きっぱなしでも釣れると思いますけども、僕はリフト&フォールやストップ&ゴーで緩急というかメリハリをつけることをお勧めします。フグにカサゴにクロダイ、ヒラメ、キョボラも釣れました。この写真にないものでエソやシーバス、マゴチ、アコウなども釣れています。特にですね、マゴチとヒラメにすごく相性が良かった記憶があります。まとめますと、このリグ、左右にスイングするリトリーブスピードがすごく大事。ちなみにウェイトや後ろにつないでいるリグによって動き出すスピードがちょっと変わってきますんで、釣りを始める前に足元でそのスピードを確認しておくことをお勧めします。そして肝はストップ&ゴー、リフト&フォールのメリハリですと。すごく手軽で簡単なルアーだと思います。ダイソータコベイトの相棒に最適です。楽しいのでぜひ使ってみてください。ということで、また。